どうも、がつくです。今回は寒天の説明をしていこうと思います。糸寒天、角寒天、粉末寒天、この3種類の説明をちょっとしていきます。また、この寒天を作ったお菓子の紹介などもしていますので、最後までお楽しみください。そもそも寒天って何っていうお話なんですけれども、寒天というのは赤い海藻を水にさらして白くしていきます。そしてその後白くなった海藻を煮出してところてんっていうものを作ります。そのできたところてんを夜間寒いところで凍らして日中天日で溶かすっていう作業を繰り返してできたものになります。次は実際に寒天を見ていきましょう。今回ご用意した寒天は富澤商店さんで3種類ご用意させていただきました。まずは糸寒天の説明です。糸寒天に使われる原材料は天草となっています。この後原材料が天草っていうのと香草類っていうのと出てくるんですが、一般的には一緒と言われていますが、使ってみた感覚、天草って書かれているもので使った方が寒天の香りがして美味しいものに仕上がりやすいです。糸寒天を袋から出すとこういう風になっています。一度細かい棒状にしたものを乾燥させているのでこういった形になっています。使う時は前日に水に入れて寒天を戻します。水につける時間は12時間ほどです。そして次の日に水に戻したものがこういった状態のものです。これをざるで水を切ります。この状態だと寒天の臭みっていうものが出るので、洗ってから火にかけて使っていきます。洗う時間はだいたい1分ほど洗うと寒天の臭みが取れやすくなっています。僕が今まで作ったもので糸寒天を使って作ったものは、この桜とクローバーを使った琥珀糖、とても綺麗に仕上がりました。あとは菊の形をした琥珀糖っていうものを作った時に使いました。特徴としては透明感が出て寒天のいい香りがするお菓子に仕上がりました。次に角寒天の説明をします。角寒天と棒寒天っていうのは結構違うものになります。というのも角寒天の方は天草でできていて、棒寒天の方は先ほど言った香草類でできていることが多いです。そして角寒天の見た目はこういったものです。これは先ほどの糸寒天をところてんをつく機械に入れる前の形になっています。そして使い方は棒寒天と一緒です。前日に水につけておきます。これも先ほどと同じで最低12時間以上つけていきます。そして洗って臭みを取ってそれから煮溶かしていきます。角寒天を僕が使うことは少ないのですが、角寒天を使って作ったお菓子がこちらのあんずとチョコの寒天になります。そして次に粉末寒天の説明をします。こちらは粉末寒天の種類にもよるのですが、香草類になっていることが多いです。これはなぜかというと、天草だけで作ると値段が高くなってしまうっていう問題点があるので、安価に寒天を作るためにこういった香草類を使うことが多いです。次に粉末寒天の見た目を見ていきます。こういう風に個包装されているものが多いです。袋から出すとこういう風に粉状になっています。これは1袋だいたい 4g か 5g になっていることが多いです。そして使い方としては水に溶かして使っていきます。これは他の寒天と違って前日につけておく必要はありません。これを煮溶かしてから使っていきます。僕が粉末寒天を使って作ったものはこの着色料なしで作るブルーベリーの琥珀糖、そしてこの赤いバラの琥珀糖、これは琥珀糖っていうよりも琥珀缶になるんですけれども、そしてレモンの琥珀糖。初めは糸寒天を使って作っていたのですが、
それだと皆さんが作るときに作りにくいかなと思って最近は粉末寒天を使って作るようにしています。ただお菓子屋さんの製造現場では粉末寒天を使うことはほぼなくて糸寒天を使うことが多いです。ここからはその寒天の特性をちょっと表にしてみたのでおさらいしていきます。今回は琥珀糖の動画なのでどういった琥珀糖を使いたいかによって使い分けるっていうものを紹介します。糸寒天、角寒天、これは砂糖と寒天だけの琥珀糖の時に使えばいいと思います。砂糖と寒天だけというのは粉末寒天でするとただ単に甘く感じるだけのお菓子になってしまいます。角寒天、糸寒天というのは寒天の香りがついているものになるので甘さと寒天の香りが相まって美味しくなりやすいです。じゃあ粉末寒天を使うときはどういった琥珀糖が合うかっていうとブルーベリーの琥珀糖とかレモンの琥珀糖とか他の香りが強いものに使うと相性がいいです。もし使い分けるのならそうします。正直こういう使い分けっていうのは専門の人ぐらいしかしないと思うので一般に流通している粉末寒天これの特性だけ覚えていただけると分かりやすいかなと思います。今回の動画は以上になります。この後本当だったら琥珀糖の動画っていう風にして琥珀糖の作り方、砂糖の使い方、砂糖の種類の違い、琥珀糖の歴史などいろいろと作っていこうと思ったんですがあまりにも長くなりすぎそうなので今回は分けて寒天だけ紹介させていただきました。また随時そういった動画もアップしていこうと思っています。なのでよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しく思うのでよければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。